皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はですね、今月買ってよかったものをやっていこうと思います。はい。久しぶりの今月買ってよかったものなんですけど、結構最後にやったの多分1月2月ぐらいかな。そこからだいぶ離れてしまったんですけど、全然買っていなかったので、やっと購入したということでお話しさせていただきます。で、今回の、買ってよかったものは、今までとはちょっと違っていて、今ね、そのリモートワークとか在宅での仕事が多い中、どういったものが自分の投資になるのか、どういったものが必要かっていうところを選別して購入させていただいたんで、ちょっとね、いつもとは伝え方がね、異なるかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。はい、ちょっとね、時間も長くなってしまうので、早速一つ一つ解説していきましょう。はい、何からいこうかな。そうだな。はい、じゃあこちらからいきます。ドローンからいきましょう。Mavic Air 2ですね。で、僕の動画をもう見ていただいている方はわかると思うんですけれども、先日 DJI さんの Mavic Air 2という、Mavic Air の新しい機種ですね、発売されまして、それのね、レビューをさせていただいたんですけれども、正直これは僕ね、まだ飛ばしてないので、具体的なことは言えないんですよね。なので、ちょっとね、まだこのレビューを見てないという方は概要欄にリンクを貼ってきますので、Mavic Air 2のレビューを見ていただけたらと思います。なので、これはね、買ってよかったなっていうだけなんで、まだレビューとかは詳しくお伝えできないという次第になってます。なので、最初に選ばせていただきました。はい、次こちら。じゃん。これ気になった方多いと思います。僕のね、インスタグラムとかね、ツイッターとか見ている方は、ちょくちょく目にしてると思うんですけれども、FPV ドローンですね。はい。こちら、価格が、Mavic Air 2は、これ10万円、10万いくらだっけな？ちょっと確認しますね。はい、出ました。Mavic Air 2はね、単体で10万5600円税込みとなっているんですけれども、こちらの FPV ドローンは部品から購入していますので、僕はね、FPV の師匠である横田さんに作ってもらったので、実質同じぐらい、10万円ぐらいで、作っていただきました。それ以外にもゴーグルとか、コントローラーとかあるので、もう少し、全体的には高くなっているんですけども、多分機体だけだと、6万から10万ぐらいかなと思っております。で、なんでこの FPV をね、この時期に買ったかって言いますと、やっぱりこういった世の中がちょっと動いてない時期だからこそ様々な投資をして、こういった騒動が収まってから本当に外に出てたくさんコンテンツ作ろうっていう僕のね、思い描いてた未来があるので、たくさん投資しようと思って、これから紹介するものたくさん買ったんですけれども、その一つが FPV ドローンですね。で、なんでこれが今の時期にいいかって言いますと、これ実際外で飛ばすことはできないんですよね。僕もちょっと全然家から出てないんですけど、シミュレーターというアプリケーションがあって、コントローラーをつなげて、そこで操縦することができるんですね、疑似的に。なので、家にいながらも FPV ドローンの操作が上手くなるっていう、もう今の時期に適した投資だなと思っているので、ぜひね、こちらも購入させていただきました。なので、FPV のね、動画、後日お楽しみに。次にこちら。サムスンの 2TB の SSD ですね。これもこの、在宅リモートワークの時に買ったんですけれども、なんでかっていうと今これね収録しているように、家にずっといるのでたくさん収録してるんですよ。本当にたくさん収録して、で、今ね、その編集チームがいて、そういった方とコミュニケーションを取りながらやっているんですけれども、やっぱりデータ量が本当にローで取ってるので莫大だと。で、それを送信するのにも結構時間かかってしまうので、SSD と呼ばれるこのメモリーにとてもね、重要性を感じたので、速攻購入させていただきました。価格がですね、ちょっと高いです、2TB の場合は。Amazon で 44,455 円っていう価格が今こちらに出ているんですけれども、結構高いんですけれども、これ SSD として、かなり速度が超速いんですよね。そうですね。最大 540MB なので、本当に 100GB の動画でも一瞬でデータ送信できたりとか、先日、セブンに行ってきたんですけど、その時に作ったシネマティック動画とかは全部こっちに入ってます。SSD である程度編集してハードディスクにぶち込むっていう、こういった流れをね、僕は作っております。なので、こういった SSD も今の僕にはとても重要性を感じたので購入させていただきました。次にですね、じゃん、Apple TV 4K ですね。お値段がですね、Amazon で 26,440 円となっております。で、なんで Apple TV を購入したかって言いますと、ちょっとね、ずっと憧れがあったんですね。僕ね、ホームポットとか、
Apple 製品たくさん使っていて、この Apple TV っていうものだけ使ったことがなかったんですね。なんか別にね、テレビとかも見ないし、YouTube も見ないかなと思ったんですけど、やっぱりリモートワークをずっとしていると、ちょっと疲れるんですね。常にオンの状態って逆に生産性落ちるので、こういった時だからこそちょっと Amazon プライムとか Netflix とか息抜きがあったらコンテンツを見るってことにすごく重要性を感じたので、この Apple TV 4K を購入して、ちょっとね、皆さんにもお伝えしたいんですけど、普段見ないようなコンテンツに触れ合うことによって、動画の構図だったりとか、色味とかのね、インスピレーションが出てくると思ってます。なので、ぜひ皆さんも、2万円だったら、投資はできますよね。なので、Apple TV 4K おすすめです。次に、ATEM Mini Pro です。こちらは購入したものではなくてですね、今、ブラックマジックさんからレンタルしているものなんですけれども、先日僕の動画で ATEM Mini はご紹介したと思います。ライブ配信機器ですね。ハイクオリティにできるっていう。これは ATEM Mini の、プロですね。本当にこれは後日僕の YouTube 上で細かくレビューさせていただくんですけれども、本当にね、最近僕の YouTube のライブ配信見ている方はわかると思うんですけど、高画質かつかなり簡単にかっこよくライブ配信ができるっていう優れものになっています。で、これは本当に素晴らしい、機材になってますので、後日本当に多分この動画の次の次からに出すと思うので、ぜひチェックしてみてください。次にこちら、ホットアイマスク。はい。これはね、サブチャンネルでも僕、ポッドキャストやっていまして、コンセプトが、皆さんこんにちは、ゆうすけおかんの部屋へようこそ。このポッドキャストは動画クリエイターの僕があえて音声のみでお届けするコンテンツです。ぜひ、ホットアイマスクをつけてお聞きください。という風にね、フレーズを毎回言ってるわけなんですけれども、僕ね、ホットアイマスク、もっとごっついのがあって、マッサージしてくれたりとか、Bluetooth で音楽聴いたりとか、そういったものを買ったんですね。けど、全然圧迫力がないし、あったかさもないし、結構なんか雑魚いもの買っちゃったんですね。なのでちょっとしっかりアップデートしたいなと思って、こちらのホットアイマスク購入させていただきました。で、これすごく安くてですね、Amazon で2390円ですね。で、買いました。で、このね、あったかくなる部分が55度まで出るので、しかも時間設定も超簡単。1時間ぐらいできるのかな。これはね、本当に買ってよかった。目元がすごくね、材質が柔らかなので、目ずっとこうやって強く当てても痛くならないし、軽いしかも。なので、ちょっと気軽にこうやって目でゆっくりして、瞑想しながら、ポッドキャスト聞きながらみたいな感じで使っているので、本当にこれはね、買ってよかったし、ぜひ皆さんも、だいぶ疲れていると思うので、この動画を見てる方多分ね、動画好きな人たちが多いので、他の一般の人たちよりも、スマートフォンとか PC とかデバイスを見てる時間が多分圧倒的に多いんですよ。なので、このまま行ってしまうと、多分大人になった時に、おじいちゃんになった時に目が相当悪くなってしまうと。なので、ホットアイマスクを使って今のうちからケアをしましょう。それがすごくね、動画クリエイターとしては、ミッション的なね、立ち位置になると思っているので、ぜひホットアイマスクチェックしてください。はい、次にですね、こちら。ごっついでしょ。ステインバーグの UR44C と呼ばれるオーディオインターフェースですね。で、こちら価格がですね、少し高いかな、33,660円となっております。で、オーディオインターフェース何に使うのっていうのは、ポッドキャストですね。で、僕、ポッドキャスト本当にコミットしていきたくて、なんでかっていうと、動画クリエイターって基本的に視覚と聴覚で表現するものなんですよね。この動画クリエイターが、あえて、視覚の情報を抜きにして音声だけのコンテンツで、皆さんを楽しませるってすごい面白いなと思ったんですね。なのでこのポッドキャストを超本格的にできるオーディオインターフェースがずっと欲しくてこちらを購入させていただきました。で、なんでこれを購入したかっていうといろんなオーディオインターフェースがあるんですけど、まずこのマイクの出力が4つあるんですよね。なので3人とか4人とかトランスメンバーとも対談ができたりとか、あとはヘッドホンですね。聞けるやつがこれ1つしかないやつが多かったんですけど、こちら2つ入ってると。で、アダプターつければ4人でヘッドホン聞きながらポッドキャストができるっていう本当に素晴らしいオーディオインターフェースになっていますし、まだね、音質はね、確かめられていないんですけれども、32ビットの収録ができるということで、これはね、期待大です。ちなみに、ピーター・マッキンノンとマティがですね、ポッドキャストやっているんですけど、あの人たちの音声もめっちゃ良くて、彼らはこの UR44 っていう、C シリーズじゃないやつを持っていましてね、同じやつに、させていただきました。このマイクもピーター・マッキンノンさんと同じやつですね。でですね、これちょっと買ってよかったものっていうのはちょっと違くて、購入するじゃなくて、飼育するの方で、
買った、まあ、動物ちゃんがいるんですね。なのでちょっと皆さんに、お見せしようと思います。ちょこっとだけですよ。ちょこっとだけお見せします。はい。はい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 。はい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 。こんにちは。こんにちは。